ミルキーズへ自分たちの全てを届けたいっていう気持ちの表れでもあるような気がするんですよ、僕は。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ミルク、佐野勇斗&吉田仁と罪と罰と雨とキス、こちらのミュージックビデオを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。うわ、2人ともものすごい色気たっぷりの歌声表現というか、出だしからこの雰囲気に酔っちゃうような感じありますよね。で、今回佐野さんと吉田さんの声の出し方なんですけど、お互いがお互いの声質に近づけているような雰囲気ありますよね。歌では3つの声を響かせる代表的なポイントがあります。肺の中の胸腔共鳴、口の中の口腔共鳴、そして鼻の中の鼻腔共鳴。この3つがそれぞれの役割があって、その声の響きをですね、どのぐらいの割合でバランスを作るかによって声のおおよそが決まってきます。今回のお二人はですね、この3つの共鳴ポイントをですね、まんべんなく使っていて、やや鼻の鼻腔共鳴に比重を持っていったような感じの発声方法を使ってます。鼻腔共鳴はですね、声の音色のコントロールだったり、高い声を出すときに重要になってくるポイントです。ちなみに口腔共鳴が言葉の輪郭のコントロール、言葉の発音の雰囲気を作るっていうか、そして胸腔共鳴がですね、声の太さだったり声の力強さ、この辺のコントロールを行うポイントです。胸腔共鳴で男らしいかっこいい雰囲気を、そして口腔共鳴で歌詞がしっかりと伝わるように言葉の発音をきれいにして、鼻の鼻腔共鳴で色気を作り出している、こんな感じの発声方法ですね。もう一回聞いてみましょう。吉田さんの方がやや鼻の音色が強いかなっていう感じですね。鼻腔共鳴の使い方としては、歌声に鼻声の音色をどのぐらい混ぜるか、こういった使い方になるんですよ。吉田さんの歌声よく聞くと、ちょっとだけ鼻声のニュアンスをですね、感じ取ることができると思います。このワンフレーズずつ歌いつないでいく歌割り、めちゃくちゃかっこいいですよね。歌割りだけでスピード感を感じることができるというか、で最後のハーモニーも美しい。もう一回聞いてみましょう。いやー、最高にテンションが上がりますね。かっこいい。楽曲のアレンジもすごくおしゃれだし、パフォーマンスもかっこいいでしょ。で、ここでも2人のハーモニーをですね、しっかりとたっぷり聴かせてくれる。感想も目が離せないですよね。ここから歌い出しかな。いやー、どんな歌を披露してくれるのか楽しみですね。すごく色気があるんですけど、声の雰囲気的には全体的に明るくて、なおかつ丸みがあるような歌声表現ですよね。今の声でも先ほど説明した鼻声の音色、ここをですね、感じやすいかなっていうふうに思います。この適度に歌声に乗った鼻声の雰囲気、最高にかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。それが定めだとみたいな、僕がやるとこういう感じになるかな。この歌声に鼻声の音色を乗せるって意識しないとめちゃくちゃ難しいテクニックなんですよね。さすが吉田さんです。切ない。ハーモニーのところがすごく切なくて心にグッときますね。
で佐野さんここのフレーズ全体的に切ない感情表現で歌ってるんですよね。で使ってるテクニックも切ない表現の部分があって、それは何かっていうとフレーズの頭で使ったエッジボイスっていうテクニックです。いつかみたいなフレーズの頭にザラザラって音が入っていたと思うんですけど、このザラザラって音がですねエッジボイスっていう音色です。ここに仮声帯っていう器官があるんですけど、ここの音を歌う前に一瞬入れるんですよね。そうすることによってフレーズ全体に切ない雰囲気が乗ってきます。で切なく歌ってハーモニーになった瞬間の切ないながらにも力強い歌声、この音量のダイナミクスがたまらないですよね。ダイナミクスって音量差のことを言います。いいね。でここの吉田さんの歌声なんですけど、全体的に温かみを感じることのできる声質かなっていうふうに思います。この雰囲気を表現するために吉田さんはウィスパーボイスっていうテクニックをですね少しだけ使ってるんですよね。ウィスパーボイスって何かっていうと、歌声に息のこの音を混ぜるテクニックをウィスパーボイスって言うんですよ。ため息をつきながら歌うようなテクニックっていうかね。そうすることによって全体的に温かさだったりささやいているような雰囲気を表現することができます。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、甘くから焼き付いたぐらいまでかな、一番わかりやすいのは。ここでウィスパーボイスをですねしっかりと入れることによって温かい雰囲気を表現してるんですよね。かっこいいね。メロディーの作り方もどことなくクラシックっぽい雰囲気ですごく上品な感じがするし、2人の歌声もものすごく気持ちが込められているので感情がですね歌声からビシビシ伝わってきますよね。でこの低音部分の佐野さんの歌声はですね先ほど説明した時の歌声から若干変わってるんですよね。何が変わってるかっていうと胸腔共鳴の音色が強くなってます。だからかっこよさがえぐいことになってるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらすごいね。いや今回の楽曲佐野さんと吉田さんの個性を全面的に押し出しつつ、なおかつ2人のチームワークの素晴らしさもしっかりと表現している神曲ですよね。ソロで歌うところのインパクトもものすごいし、ハモリになったところの歌声のパワー感や存在感もものすごいし、いやー最高ですね。切ない。いやーこの切なさたまらないですね。で一般的というか多くの楽曲は A メロ B メロサビみたいな感じで徐々に音域が上がっていくパターンが多いっていうか、ほぼこのパターンだと思うんですけど、罪と罰と雨とキス、この楽曲はですねサビであえて少し音域を下げてるんですよね。そうすることによって表現されるこの意外性って言ったらいいんですかね。サビに突入した瞬間にあれっていう感じになりません？でもここが逆に癖になるっていうかね、普通の流れの楽曲よりもさらに2人の歌声をもっと聴こうっていう風に耳が働いてくるというか、そういった魅力あると思います。もう一回聴いてみましょう。ほらほらね、2人とも一番声の感情を乗せやすい音域ってもっと上だと思うんですよ。佐野さんも吉田さんもものすごいハイトーンで歌うことができるじゃないですか。でもあえてこの中音域と高音域の中間ぐらいの音域で音を設定することによって生まれるこの声の余裕感だったりリラックスした雰囲気がですねものすごく心地いいですよね。ここでちょっとグッと音域が上がるんですよね。
多分ここの最高音ぐらいからもうちょっと上ぐらい、このぐらいの音域がおそらく佐野さんと吉田さんが実際に歌って一番感情を入れれる音域だと思うんですけど、そこよりもちょっとだけ下の音域で歌うことによってなんか次はどういった表現をしてくれるんだろうっていう期待感も生まれてきますよね。こういうところまで狙って音域設定してんのかな。なんか佐野さんと吉田さんだからそこまで細かい部分まで考えてキー設定してるような気がする。実はちょっと前から気になっていたんですけど、白蛇の存在ね。佐野さん首に白蛇をね下げているって言い方おかしいか、首に白蛇がいるじゃないですか。あれ本物ですよね、きっと。佐野さんは爬虫類は大丈夫なのかな。なんかね、そういう風に思っちゃってごめんなさい。歌声分析とは関係ないのに。またそれがミステリアスな雰囲気がしてかっこいいんですけど、僕はどちらかといったら爬虫類が苦手な方なのでちょっと気になっちゃいましたね。あ、いいね。いいね。ここでまたスピード感を感じることのできるかっこいい歌割りがやってきましたよ。今回の楽曲でもこういった速い展開の歌割りいっぱい出てきてるんですけど、ミルクの楽曲って全体的にこういう歌割り多いですよね。そこが聴きどころの一つでもあると思うんですけど、改めて思いますよね。かっこいいなって。うい、かっこいい。かっこいいね。吉田さんのフレーズ音域がぐーっと上がって盛り上げていって、急にストーンと音域が落ちて佐野さんのセクシーなワンフレーズ、めちゃくちゃいい流れ。もう一回聞いてみましょう。ほらしかもこのさばいてよって言ってる時にウィスパーボイスを使ってるんですよ。しかもかなり多く息の音を表現してるので、本当に耳元で囁いているような雰囲気出てますよね。いや素晴らしい。めちゃくちゃ言葉のタッチがかっこいいじゃないですか。これどうやってるかっていうと、あえて口をほとんど動かさずに歌詞を発音してるんですよね。ブラウスの襟の毛先がみたいな。口はあまり動かしてないんですけど、意識的に子音を強く発音するような歌い方かなっていうふうに思います。で、佐野さんの歌声の個性なんですけど、胸腔共鳴の音色がものすごく豊かに響くので、声質もすごく男らしくてかっこいい。そこにかっこいい言葉の発音が乗ることによって、かっこよさ大爆発みたいなポイントですよね。もう一回聞いてみましょう。めちゃくちゃかっこいいね。こういった歌い方ってハードロックバンドのボーカリストとかがよくやる歌い方だったりするんですよね。だから前もミルクの歌声分析動画で言ったかもしれないんですけど、佐野さんハードロックとかそういう激しい系の楽曲が好きなのかななんていう風にね思っちゃったりします。ここは吉田さんがメインで、ハーモニーのところも吉田さんメイン、佐野さんが上ハモリっていう感じですよね。上ハモリっていうのはメインメロディーに対して上の音域でハモることを上ハモリって言います。で、吉田さんの歌声が全体的に優しさ全開の雰囲気だったじゃないですか。この雰囲気に浸って聴いていて、ハモリになった瞬間に情熱的な雰囲気に変化するっていうこの感情のギャップがですね、たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。で、ここですごいのが、吉田さん前半は鼻腔共鳴中心なんですよね。鼻で作ったこの優しい雰囲気なんですよ。で、ハーモニーになった時に声の響きの中心をですね、鼻から胸に変えてるんですよね。その吉田さんの歌声に対して佐野さんがですね、ものすごいハイトーンにもかかわらず地声でハモってるんですよ。
で、声っていうのは地声には地声、裏声には裏声という風に声質を合わせた方が綺麗にハモりますし、パワー感もですね、掛け算方式で増幅するんですよね。いや、この歌の知識も素晴らしいです。うん。ここで歌の躍動感が増幅したような雰囲気ありますよね。自然と歌声を聞いて体が動いちゃうようなノリっていうか。これもですね、佐野さん歌い方を変えてるんですよね。声の作りは変えてないんですけど、リズムの表現の仕方が変わってます。どう変えてるかというと、全体的に音を切って歌ってるんですよね。これをスタッカートって言います。音を切ることによってグッとブレーキが効いたポイントと音が伸びてるポイント2つが存在するんですよね。これがですね、フレーズの躍動感につながってます。もう一回聞いてみましょう。ほら、一番最初と最後の信じたくてっていうところがスタッカートの雰囲気分かりやすいかなっていうふうに思うんですけど、こういったリズムの表現力も素晴らしいですよね。結構やっぱり歌ってる人って声の出し方、ここに意識を向けることができてもリズムの表現っていうところにまで意識が向かない人がほとんどだと思うんですよ。でも実は声の出し方よりもリズムの表現の方が重要だったりするんですよね。佐野さんと吉田さんはですね、その両方をしっかりと歌声に乗せて歌ってるので、これがね、かっこいい理由の一つかなっていうふうに思います。君しかないの、このないのところで一気に曲の雰囲気がふわっと明るくなる。こういった曲展開になってくると、またこの先がさらに気になってきますよね。どういう展開になるんだろうっていう。いや、めちゃくちゃ凝った作りになってますよね。一瞬たりとも油断できないですよ。聞き逃せないっていうかね。なるほどね。ここで C メロになるわけだ。この佐野さんの寂しくて切ないような歌声、今聞いて鳥肌が立ちました。もう一回聞いてみましょう。めちゃくちゃいい声ですよね。これおそらくなんですけど、顔の表情をですね、動かさずに歌ったんじゃないかなって思います。無表情っていうかね。顔の表情っていうのは歌声にものすごく影響を与えるんですよね。悲しい顔で歌うと声も悲しくなるんですよ。おそらくその性質をうまく使って、なおかつ口をあまり動かさない。もう本当に顔全体をですね、ほとんど動かさないような感じで、歌わないとこういう声は表現できないかなっていうふうに思います。でも子音のアタックがかっこいいから、切ないながらもめちゃくちゃかっこいいんですよね。いいね。あ、そういう感じ？またワンフレーズずつ歌いつないでいくパターン。で、多分このパターン、今回の曲で言うと、この後は2人でハモるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。続き聞いてみましょうか。ほら。予想が当たったんですけど、佐野さんがメインメロディーを歌って、上ハモリで吉田さんがハモってたと思うんですよ。ただ、吉田さん、ここはですね、あえて裏声でハモってるんですよね。ハーモニーとしての声の混ざり具合は、地声に対して地声でハモった方が一体感が生まれるんですけど、ここはですね、あえて裏声チョイスをすることによって、ハーモニーのきらびやかさは表現されているんですけど、2人の歌声の個性がですね、それぞれ聞き取れるようなハモリになってますよね。いやー、本当にいろんなパターンの歌声の表現をしてくれていますよね。おそらく声だけでここまで幅広い表現をしている、あるいはできるボーカリストってもしかするとこの2人以外いないかもしれないですよねっていう風に思っちゃうぐらいすごいことをやってます。もう一回聞いてみましょう。ほら。
すごくきらびやかで繊細なこのハーモニーがですね、たまらないですね。てか地声に対して裏声でハモってここまで綺麗なハーモニーって僕初めて聞いたかもしれないです。それぐらいすごい。わっ、落ちサビの吉田さんの歌声が素晴らしすぎますね。レコーディングとはいえ、一瞬にしてこの力の抜けた感じを表現できる吉田さんの凄さ。だってこの一個前まではすごく情熱的で感情的な雰囲気だったじゃないですか。メンタル的にそっちに引っ張られてもおかしくないんですよね、ここの落ちサビっていうのは。でも何事もなかったかのようにしっとりと歌い上げる。本当にすごいボーカリストです、吉田さん。もう一回聞いてみましょう。すごいですね。さすが吉田さんというか、吉田さんにしかできない芸当というかね。この佐野さんの声もすごいんですよね。高い音域ってやっぱり声に張り感が残りやすいんですよ。しかも佐野さんみたいに胸腔共鳴を中心にするタイプの歌い手ならなおさらです。なぜなら胸腔共鳴って歌声のパワー感をコントロールするポイントなので。でも胸腔共鳴の音色をキープしたままこのふわっとしたような歌声を表現してるじゃないですか。これがもうね本当にすごすぎて、声の音色の原理としては胸腔共鳴の音色はしっかり使ってるんですけど、その声の出口を全て鼻にしてるんですよね。そうすることによってこういった声質を表現はできるんですけど、これがどれだけ難しいか、もう一回聞いてみましょう。すごいね。僕はねできない、この声の出し方は。どうしても声に力強さが乗っちゃいますよね。あ、転調するわけだね。転調っていうのはここで言うところだと最後の大サビでキーが上がることを転調って言うんですけど、こういう展開めちゃくちゃかっこいいですよね。かっこいい。気づきましたか皆さん、ここのすごいところ。前半は下ハモリでハモって後半は上ハモリでハモってるんですよ。下ハモリの特徴としてはハーモニーにすることによって歌声のパワー感がアップするんですよね。で上ハモリの特徴はですね、ハーモニーの音色のきらびやかさが前面に感じることができるっていうか、この2つのハーモニーの魅力をですね表現しているポイントです。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。いや、さっきも言ったんですけど、歌で表現できることを全て詰め込んでるような感じですよね。普通ここまでやらないんですって。だから2人の音楽に対する情熱がものすごいんでしょうね、きっと。そしてミルキーズへ自分たちの全てを届けたいっていう気持ちの表れでもあるような気がするんですよ、僕は。いや、ほんとアーティストの鏡ですよね。ここは下ハモリね。多分この動画を見てくださってるミルキーズの皆様は耳がよろしい方が多いので、もう下ハモリと上ハモリの違いは聞いた瞬間に気づいてると思うんですけど、歌声分析動画なのでね解説をさせていただいております。いや、最後の最後まで2人の魅力をですねたっぷり感じさせてくれるこの歌割り、素晴らしい。かっこいい。このママのところで音が上がるのが個人的にすごいかっこいいなっていうふうに思うし、めちゃくちゃ好きなポイントです。もう一回聞いてみましょう。ほら、メロディーの流れとしてはこのまま音がどんどん下っていくみたいな雰囲気作りなんですよね。
でも音が下っていくんだろうなって思ったところでグッと上がるから、僕の中ではすごい意外性を感じることのできるフレーズなんですよ。そこがかっこいいですよね。いい。で最後の最後でこう畳みかけるような歌割り、いや本当に聴きどころ満載ですよね。ういさばいてよみたいな、この語尾の処理の仕方がめちゃくちゃ色っぽかったですよね。吉田さんかな、今のところは。もう一回聞いてみましょうか。ごめんなさい、佐野さんでしたね。さばいてよ。このフレーズの締め方がやっぱりいいですよね。最後は2人でユニゾンなんですね。めちゃくちゃ完璧な構成じゃないですか。いやー素晴らしいですね。多分このままアウトロに行くと思うんですけど、最後まで流してみましょうか。かっこいいよねいやー最高にかっこよかったですね。以上、ミルク佐野勇斗吉田仁と罪と罰と雨とキス歌声分析はここで終了です。いやーすごすぎましたね。2人の歌声はもちろん素晴らしすぎたんですけど、一番驚いたのがあの表現力ね。声でできる全ての表現を一曲に詰め込んだような、そんな感じの内容だったのかなっていうふうに思います。2人の歌声のレベルアップスピードもものすごいし、表現力の進化スピードもものすごいし、このままのペースでいくとどこまで進化するんだろうっていう、そういった楽しみもですね、ものすごくありますよね。これからのミルクの活動も大注目ですね。これからもミルク全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。